皆様こんにちは。UFO、いえ、アメリカンユニバーサリス4の世界へようこそ。このゲームはね、皆さんご存知の通り、1400年代から1800年代まで、キリスト教のアメリカの国たちが、だんだん拡張していって、世界を制圧していくっていうゲームですね。特に、そうですね、このアメリカの国たちがこのヨーロッパの土地を植民化した時は、これは大きな歴史的、ターニングポイントといったところですかね。見てください、この技術的に劣化しているヨーロッパの国たち。アメリカの国たちと大違いですね。なんかちょっとよくわかんないトーテムたちをね、信仰してるようです。なぜかね、ゲーム開始時ではフランスというなんかよくわかんないこの原準備国家が列強の地位になってるっぽいですね、これね。ちょっとよくわかんないですね。なぜかわかんないですけど。圧倒的に借金まみれですね。なんでこんなにたくさん兵がいるんでしょうか。たった1プロビの国なのに、なぜ28,000人も兵がいるんでしょうか。フランスは現在プロバンス連邦というのに入ってるみたいですね。なんでより兵が多いフランス連邦ではないのかはちょっと謎ですけどね。それに対して、キリスト教のアメリカの国たちです。カトリック信仰の、どの国だろうな。あれ、史実だとどの国が強いんでしたっけ？これ覚えてないですね。どの国がこれ勝つんだろうか。もうすでに AI たちの間でつながりもできてますね。そして制度マップも見てみますと、なんとですね、ヨーロッパには封建制度がありません。封建制度はアメリカで生まれました。あれ、じゃあなんで技術レベルが1なんですかね、これね。なんでヨーロッパの軍事レベルとかが3で、アメリカの国たちの技術レベル1なんですかね、これね。ちょっとこれ設定ミスですかね、誰かさんの。現在のローマ教皇は、教皇領なのか？でもお前信仰してんのトーテムだろ？こんなゴリゴリの異端国家が、なぜ教皇になってんだ？北アメリカではなく、メキシコとか、あと南アメリカの国たちとかも期待ですね。やっぱり精度とあと技術の差はね、やっぱこの EU4、いえ、AU4 ではね、かなりね、強く出ますから。列強ランキングではアメリカの国たちは一切いませんね。1位ミン、2位マムルーク、3位ティムール。ちょっとアジアの国たちがね、この世界で結構多めですね。ちなみにこの国たちは原住民ではないので、当然ね、移動することもできません。なのでね、クリーとかは多分もうゲーム終了までここにいることになります。ヨクツに至ってはもう完全にロッキー山脈の真上ですからね。なんでこんなところにいるんですかね、これね。移動できたらいいのにね、この国たちもね。イングランドのミッションツリー見てみますか。100年戦争がもうすでに終わった。100年戦争って何ですかね、これね。この部族たち同士が100年間も戦争できるわけないでしょうが。あと圧倒的に借金だらけになってますね。フランスよりひどいね、これ。ちなみにここら辺の国たちも一応ヨーロッパなので、モスクワとかもね、ただの部族になってますね。これ、そのおかげでノガイとかウズベクとかがかなり有利なポジションにいますね。ただ、どうやってこの国たちがこうヨーロッパへ拡張していくんでしょうか。そう考えるとあれだな、チンギスハンとかすごいな。このなんもない国たちを制圧していったんだもんな。この世界だと。にしてもアメリカ大陸の皆さんなんか平和そうですね。これおそらくあれだろうね。全国家が1プロビだから、兵力もほぼ同じなんで、戦争起きる要素がないんだろうな、これ。この微妙な、この絶妙なバランス感を保ってますね、この国たちが。じゃあヨーロッパは、戦争起きてるね。モスクワがノブゴロードに対して戦争。ルネサンスが地下層でスポーンしましたね。一応アメリカの国たちも広がってますね。で、当然ね、ヨーロッパの国には一切ありません。当たり前ですね、これはね。もう史実通り、ルネサンスというのはね、アメリカ大陸でスポーンしたものだというのは、もう皆さんご存知、なんだこれ。皆さんね、ご存知だと思いますけども。これ誰ですかね、これね。アメリカ人ですかね、これね。なんかイタリア人っぽく見えますけどね。ただこれヨーロッパだけじゃなくてアフリカとかアジアの国たちが大丈夫なんですかね。ルネサンスを、AI がルネサンススポーンさせることないだろうからな。これなんかあるぞ。ルネサンスなんか湧いてるぞ、ここで。あれかな、なんか日本とヨーロッパで同時に封建制度が起きたみたいな。全く、これあれだ。なんか大事業あったよね、ここ。ハラール・ジュゴルだ、これ。これもしかしてヨーロッパとアジアの国たちは、ハラール・ジュゴルから来たルネサンスを取らないといけないかもしれないな。アメリカでなんかでかい国がいるな。王政治。これ3プロビって相当強いからね。この新大陸だと。だんだん格差も生まれてきたね。アメリカの国たちの中で。どうやらビザンツ帝国が、コンスタンティノープルを、自ら放棄したみたいですね。捨てるな、これ。フランスに至ってはパリをブルゴーニュに取られるという。いいのか、これで。いや、なんか移動が活発化してるな。諸島連合。
まあ一応、もしかしたらグレートブリテン諸島という意味ではこれ諸島連合なのかもしれない。あとアイルランドの国たちがグレートブリテン島にどんどん移住していってるぞ、これ。最終的にはここスッカスカになるんじゃねえか。あと今気づいたけど、神聖ローマ帝国ないですね、この世界。まあヨーロッパにはカトリック教がないんで、神聖ローマ帝国なんていうのはありえないんですけどね。なんで神聖ローマ帝国って単語があるんですかね。そしてオスマンがコンスタンティノープルに移動すると。おそらく史上初だろうね。戦争なしでオスマンがコンスタンティノープルを取るっていう。おっと、モロッコが植民化を始めてる。なんだこれ。拡張アイデア逆レコンキスタを始めてる。これモロッコむちゃくちゃ強くないか？アメリカの国たちが植民化する前にこれ全部モロッコに取られるぞ、ここ。あとなんでヘルツェゴビナがビーチでバカンスしてんだ？なんだこれ何があった？あまりにも領土が汚すぎるだろ。なんでマムルーク領になってんだ、これ。必須回復強くなりすぎだろ。現在1494年。アメリカの国たちが探検アイデアを取ってる。残念ながら君は探検することはできないけどね。内陸国だから。こいつらも、探検アイデア取ってるね。なんで人文なのかわかんないけど。これ、誰が強いんだ結局。なんか全員同じように見えるけど。ちなみに今回すんごい異常に時間かかるんで、アメリカの国たち全部にシベリア拡張を上げてます。そのせいで開拓者の量がもう異常なことになってます。この国はちょっと期待だな。コウエタ。探検アイディア持ってて、あとなんか、銅訓を手に入れてるんだけど、そのおかげで植民化主義も、スポーンしてますね。アメリカ大陸で。こいつら植民化アイデア一切ないけど、なんでここでスポーンしたんだ？当然ね、植民化されるヨーロッパ側にはありませんね。もうルネサンスもないですからね。あれそういえば、ハラール・ジュゴルが機能してないな。なんだこれ、エチオピアに制圧されたからか。コプトだから、やばい。このエチオピアがアダルを制圧したせいで、ヨーロッパとアフリカとアジアに、制度が一切伝わらないっていう、たった一つの国が、エチオピアの制圧が大陸全体の技術の進歩を遅れさせてるっていう。ルネサンスも結局 32% で止まっちゃったんだ。まずいね、これ。なんでこんな適当なところに兵がいるんだろうな。ノルウェーの海岸を、なんかビーチで遊んでますね。なんかデンマーク旅行客多くないここら辺。ヘルツェゴビナはバルセロナに観光に行ってるみたいですね。まあ観光名地ですからね、あそこは。ポウハタンがノバスコティアに植民化をしてる。こいつらかもしれないな、最初に旧大陸を発見するのは。南アメリカも今のところは変化なし。変化なしっていうのはちょっとおかしいけど、特に異変はないですね。ポティグアラが探索アイデアを取ってるんで、もしかしたらポティグアラがポルトガルを植民化するっていうパターンがあるかもしれないね。今気づいた。ヒスンカイファが拡張アイデアを取ってる。で、なぜか知らないけど、ルーマニア地方を植民化してますね。なんでここら辺全部スキップしたんだろうな。アイデアグループ取るやつ変わりすぎてるだろう。チヌークに関しては探検プラス拡張まで取ってるからね。アメリカ大陸のポルトガル。ただ、植民化できるプロビが全部カスみたいなところだけど、ここら辺も取れないもんな。君たちどこを植民化する気なんだろう。でももしかしたらあれだね、今のところは見えてないけど、もしかしたらこっちから、このアメリカ大陸からロシアの方を植民化するっていうパターンもあり得るかもしれないね。おっと、なんだこれ、アメリカなんだこれ、探索家じゃねこれ。グアラニ。今の探索家だよね。おーすげえアフリカ大陸が見えてきたぞ。ちゃんと探索できてる。ティムールの無双が止まらない。やばい、ついにオイラトにまで手を出し始めた。この世界に何の関係もない、何の影響も受けてないティムールがもしかしたら最強になるっていうオチかもしれない。一番つまらない終わりかもしれないな、これ。アメリカ大陸にむちゃくちゃ強い国いるな、これ。リパン。めちゃくちゃでかいし、しかも金プロビこれ何個持ってんだ。しかも探検アイデアを手に入れてる。ただ残念ながらもう旬は過ぎ始めてるのかもしれない。植民化を始めていってるんだよね、ここら辺に。あと本当にかわいそうな国たちがいますね。オセアニアの本当の原住民。この人たちはまあ暇そうですね。ただただ植民化されるのを待つだけっていう。なぜかブルガリアがビザンツ帝国から独立。コンスタンティノープルは、ブルガリアのものです。そしてなぜか知らないけどビゼンツ帝国がイピロスと化しました。開拓、ようやくなんか、開拓してる国がいるな、これ。これ一瞬気づかなかった。これフランスなのかと思った。気づかねえよ、こんなの。あれ、本当のフランスどこ行った？ここにいる。なんだ？何これ？ドイツ旅行楽しんでる？これ。なんかものすごい戦争行われてないか？なんだこれ？
これ結構な兵力の差だけどね。さすがにこっから負けないでしょ、ヨーロッパの国たち。うわこれ普段、あれだ、新大陸で見る光景だ、これ。うわぁ、蹂躙していってる。しかもあれだからね、新大陸から病原菌とかも回ってますからね、これ。今ヨーロッパ人たち全員苦しめられてますよ。だんだんとヨーロッパの部族たちが、小上たのものになっていく。これあれですからね、フランスじゃないですからね。ビッグブルーブロブの実績解除してるわけじゃないですからね、これ。これあれだな、もうモロッコがもう旧大陸最後の砦になっちまったな、いつの間にか。これ多分ヒスンカイファが植民地作って、そのヒスンカイファを攻撃してますね、これ。ここら辺ヒスンカイファあったもんね。多分国用帳もここそうやって手に入れたんだろうね。食物連鎖。ヒスンカイファが必死に植民地を作ったのを無理やり絞り取るような。ヨーロッパの植民レースは、コウエタとトゥピナンパと、あとヒスンカイファですね。誰が想像しただろうか。この3国がヨーロッパを奪い合うことになるとは。あとカリブがついに台湾まで進出してますね。これめちゃくちゃ政治問題めんどくさそうだな。それで言ったらコンスタンティノープルとか何回領土変わってるんだよ、これ。絶対300年後ハギアソフィア誰になるんだみたいな、すんごいめんどくさい論争になるぞ。オーストリアが君主制選ばなかった。これ見ると、大体の国はこれ、しっかりもう終わってるな、これ。あれでも、王国一つもいなくないこれ。王国になった国見つけたわ。赤い屋。一応もう制度はほとんど取れてるっぽいね。どこだ、ここ。コウエタの植民地拡張に蓋をするかのように、トゥピナンパが植民地を作ってるね。これでシベリアはもうトゥピナンパのものかもしれない。なんでまさか最終的に日本が植民地を作ると思わなかったな。新大陸に植民地持ってる旧大陸の国、日本だけじゃねこれ。宗教マップがいつの間にか普段通りになったんだけど。まあやっぱりだけど、この世界プロテスタントはスポンしなかったね。するわけがないけど。現在の教皇は、トゥピナンパらしいです。最終的に大帝国コウエタはグアラニーにまで宣戦布告。南米にも領土を増やしていたところで残念ながら、もうそろそろタイムアップ。試合終了。ちょうど戦争が終わったね。1位は大帝国コウエタ、そして2位に何の関係もないペルシャ。最終的にトーテム教の国は2カ国だけになったのか。コウエタがイギリスとフランス、北ら辺だね。ヨーロッパの北ら辺を植民化して、南の方はもうぐちゃぐちゃだな、これ。モロッコとかも参戦したからな。いやー、よくやったな、モロッコ。すげー拡張してるじゃんか。意外とアフリカの国たちが今回はしのぎ切った感じだね。普段だったらヨーロッパ、普段はないんですけどね。普段だったらヨーロッパに制圧されるところを最後まで耐えしのいだって感じかな。コンゴとかよく耐えたな。開発度マップは、なんか高いところもあるね。おそらくあれだろうな、もう植民化が終わって暇だから開発とかしまくってたんだろうな。今気づいたわ。なんでこのプロビだけ植民化されてねえの？全国家、全プロビの中で唯一島の一地方だけが植民化されないってなんか政治的理由があるでしょこれ絶対。この州には0人の原住民がいます。彼らは我々を歓迎してくれるかもしれませんし、してくれないかもしれません。いないんじゃないでしょうか。歓迎されることはおそらくないんじゃないでしょうか。いやーでもヨーロッパが一切暴れない世界の UFO もなんだかんだ言っておもろいな。もうフランスにしか見えなくなってきたぞ、こいつらが。王朝マップを見ると、このアリバイパー王朝がね、いや強いですね、これはね。アメリカのハプスブルグと言われる方たちですからね。それはもう外交凄まじいですね。なんか少なくないか？こんなに王朝って少ないもんか？でもあれだな、ヨーロッパじゃなくてアメリカの国たちに制度を渡しても最終的に同じような結末になるんだな。植民化して。弱き者はやっぱり強い者に従うしかないみたいな。そういうなんか悲しい結果になっちまったな。ヨーロッパ勢一切抗わなかったな。一つも生き残ってないんじゃないこれ結局。そうだよね。全滅？いやもう完全になすすべが、ナクソスは生き残ってる。なんでさ、すべてのヨーロッパの国の中で唯一生き残るのがナクソスなの？いやー、むちゃくちゃな世界だったら、リトアニアも生き残ってる。びっくりした。おそらくあれだろうね。2秒後ぐらいに制圧されるだろうね。でもちょっと普段とは全然違う光景だから、見てておもろかったな。いやー、久しぶりのEUFO 実況とは思えない。これを EUFO 実況と呼んでいいのでしょうか、果たして。ヨーロッパの世の字もないですけども。皆さんね、最後までご視聴ありがとうございました。ルーポリでした。バイバイ。